こんにちは、ジェニーです。今日は私が日本の学校に行った時のことを話します。日本の学校に行く前の日、私はとてもワクワクしていました。アメリカの学校とどんな風に違うのか考えるだけでドキドキしました。前の日の夜、明日のために制服を用意しました。ブレザーとスカートです。日本の学生がよく着ているのをドラマで見たことがあったので、実際に自分が着るのは不思議な気持ちでした。ランドセルではなく、大きめのカバンを用意しました。中にはノートとペン、辞書、そして友達がくれたお弁当箱を入れました。夜、ベッドに入ってもなかなか眠れませんでした。クラスの人たちは優しいかな？先生はどんな人だろう？といろいろ考えてしまったのです。次の日の朝、制服を着ると自分が本当に日本の学生になったようで嬉しくなりました。鏡を見て、ちょっと恥ずかしかったけど、可愛いかもと思いました。学校に着くと、まず下駄箱にびっくりしました。入り口で外の靴を脱いで、白い上履きを履きます。アメリカの学校ではそのまま入るので、とても新鮮でした。教室に入ると、みんながおはようと言ってくれました。私は少し緊張して、おはようございますと返しました。みんなが笑顔で返してくれて安心しました。授業が始まると、先生が起立、礼と言いました。クラスのみんなが立って、おはようございます。と大きな声で挨拶をします。私も慌てて真似をしました。日本の学校では、先生に挨拶をしてから授業が始まるのだと知って驚きました。授業中、黒板にチョークで字を書く音がキュッキュッと聞こえてきました。アメリカではホワイトボードをよく使うので、その音がとても印象的でした。休み時間になると、クラスの女の子が一緒にお弁当を食べようと誘ってくれました。みんなはお母さんが作ってくれたカラフルなお弁当を持ってきていて、私はすごいと思いました。私のお弁当はサンドイッチでしたが、みんながおいしそうと言ってくれて嬉しかったです。友達が卵焼きを少し分けてくれて、初めて食べました。ほんのり甘くて、とても優しい味がしました。午後の授業が終わると、みんなで教室の掃除をしました。ほうきと雑巾を持って、机を動かして床を拭きます。生徒が掃除するの？とびっくりしました。でも、みんなで協力して学校をきれいにするのは、とてもいいことだと思いました。その日の帰り道、制服姿の自分と友達と笑っている自分を思い出して、心がとても温かくなりました。日本の学校生活は、私にとって新しい発見ばかりで、素敵な一日でした。こんにちは、ジェニーです。今日は日本の学校で
初めて部活動に参加した日のことを話します。授業が終わった後、クラスの友達がジェニー、一緒に部活に行こうよと声をかけてくれました。アメリカの学校でもクラブ活動はありますが、日本の部活は毎日あると聞いていたので、とても興味がありました。最初に見に行ったのは、運動部のバスケットボール部でした。体育館に入ると、大きな声でお願いします。と言いながら練習をしていて、みんなとても元気でした。コーチが笛を吹くと、生徒たちが一斉に走り出し、スピードの速さにびっくりしました。私も少しボールを投げさせてもらいましたが、みんなのようにうまくドリブルできなくて、ちょっと恥ずかしかったです。でも、部員の一人が大丈夫、大丈夫、と笑ってくれて安心しました。次に行ったのは、文化部の茶道部です。部屋に入ると畳のいい匂いがして、静かな雰囲気でした。着物を着た先輩がどうぞと言って、お茶の立て方を見せてくれました。お茶を立てる音や所作がとてもきれいで、思わず見とれてしまいました。私も挑戦しましたが、手が少し震えてしまい、泡があまり立ちませんでした。でも、先輩が最初はみんなそうだから、だんだん上手になりますよと優しく言ってくれました。お菓子と一緒に抹茶をいただいて、ほろ苦さと甘さのバランスに感動しました。また別の日には、吹奏楽部にも顔を出しました。部室の前に立つと、中からトランペットやクラリネットの音が聞こえてきました。扉を開けると、みんな真剣な顔で演奏していて、まるで小さなコンサートのようでした。私はピアノが少し弾けるので、顧問の先生が、試しに合奏に入ってみますかと言ってくれて、ドキドキしながら参加しました。音が重なった瞬間、とても心が温かくなりました。音楽で言葉がなくてもつながれるんだ、と強く感じました。部活体験を通して、私は日本の学生が毎日とても一生懸命練習していることに驚きました。ただの趣味ではなく、みんなで努力し、仲間と協力しながら、大きな目標を目指していることが伝わってきました。帰るとき、友達がジェニーはどの部活に入りたいと聞いてくれました。私はまだ決められませんでしたが、どの部活も素晴らしい体験だったと答えました。その日、部活動の大切さと仲間と時間を共有する楽しさを心から感じることができました。こんにちは、ジェニーです。今日は日本の学校で文化祭に参加した時のことをお話しします。文化祭がある前の週から学校全体がとても賑やかになりました。授業が終わると、クラスのみんなが教室に集まって、出し物の準備をします。私のクラスは喫茶店をやることになりました。机を並べてテーブルにして、白いクロスをかけたり、紙で作った花を飾ったり、ポスターを作って、
入り口に貼る係の人もいました。私はメニューを英語でも書いてほしいと頼まれて、コーヒーケークジュースときれいに書きました。準備中、友達がジェニーは接客をやってみると聞いてくれました。正直ちょっと心配でした。日本語でいらっしゃいませと言ったことがなかったからです。でも練習してみると、意外と楽しくて、だんだん声も大きく出せるようになりました。文化祭の前日は、みんな夜遅くまで残って準備をしていました。黒板には、あと1日、と大きく書いてあって、みんなの気持ちが一つになっているのを感じました。私もこんな学校イベントはアメリカにはないなと思って、とても楽しみになりました。そして文化祭の当日、朝、学校に行くと、門のところに大きな看板がありました。元気高校文化祭と書かれていて、カラフルな絵や風船が飾られていました。校内に入ると、音楽が流れていて、すでにたくさんの人が来ていました。地域の人や家族も参加できるので、とても賑やかでした。私のクラスの喫茶店にも、すぐにお客さんが来ました。最初は少し緊張しましたが、いらっしゃいませ。と言うと、お客さんが笑顔になってくれて、嬉しかったです。ケーキを一つと、ジュースをくださいと言われて、かしこまりました。と答えました。ケーキを運ぶとき、少し手が震えましたが、お客さんがありがとうと言ってくれて安心しました。休憩時間には、他のクラスや部活の出し物も見に行きました。体育館ではダンス部がかっこいいパフォーマンスをしていて、大きな歓声が上がっていました。美術部の展示室では、生徒たちの絵や工作が並んでいて、とてもレベルが高くて驚きました。家庭科部のクッキー販売では、甘い匂いに誘われて、つい買ってしまいました。校庭ではステージ発表が行われていて、バンド演奏を聴きました。ドラムの音やギターの音が校庭に響いて、みんなが手を叩いて、リズムを合わせていました。私も思わず体を揺らしてしまいました。午後にはお化け屋敷にも入りました。真っ暗な教室の中で、友達がキャーと叫んで走り出して、私も思わず笑いながら叫んでしまいました。アメリカのハロウィンのお化け屋敷とは違って、手作り感があって温かい雰囲気でした。夕方になると、文化祭の最後に体育館で高野祭がありました。生徒会の人がマイクを持って、今日の文化祭を振り返りました。いろんなクラスや部活がステージに出て、歌ったり、ダンスをしたりして、最後にはみんなで大きな声で校歌を歌いました。その時、クラスの友達がジェニーも一緒に歌おうと手を引いてくれて、私も声を合わせました。帰る時、心の中にとても温かい気持ちが残りました。
文化祭はただのお祭りではなく、みんなで協力して作る特別なイベントだと分かりました。準備の時間も、当日の忙しさも、笑い声も、全部が大切な思い出になりました。こんにちは、ジェニーです。今日は、日本の学校で初めて参加した運動会のことをお話しします。運動会が近づくと、学校の空気が少しずつ変わっていきました。体育の時間だけでなく、放課後にも練習があって、みんなでリレーの練習をしたり、応援のダンスを揃えたりしました。私も最初はちょっと大変そうと思いましたが、だんだんクラスの人たちと一緒に体を動かすのが楽しくなりました。運動会の前の日、友達がジェニー、明日は早起きだよと教えてくれました。お弁当も自分で用意して、鉢巻きを持っていくように言われました。アメリカにはこんな学校行事はなかったので、ワクワクして、なかなか眠れませんでした。当日の朝、校庭に入ると、すでに赤と白の旗がたくさん飾られていて、とても賑やかでした。私たちは赤組と白組に分かれていて、私は赤組でした。鉢巻きをキュッと頭に結んだとき、今日は頑張ろう、という気持ちになりました。最初は入場行進でした。音楽に合わせて全校生徒が列を作り、先生や家族が見ている前を歩きました。みんなの足が揃っていて、とても綺麗でした。私は少しリズムを間違えそうになりましたが、友達が大丈夫と小さな声で教えてくれて助かりました。開会式では、校長先生の挨拶や選手宣誓がありました。大きな声で正々堂々と戦います。といった生徒の声に、私の心も熱くなりました。そして、いよいよ競技が始まりました。最初は徒競走、つまり短距離走です。私は走るのがあまり得意ではなかったけれど、全力で走りました。ゴールしたとき、赤組の友達がナイスファイト、と言ってハイタッチしてくれて、とても嬉しかったです。次に出たのは大玉転がしでした。クラスで大きなボールを転がして進める競技です。ボールが重くてなかなか前に進まず、みんなでせーの、と声を合わせて押しました。その時、まるでクラス全員が一つになったように感じました。午前の競技が終わると、お昼休みになりました。家族が来ている生徒は、みんな芝生の上にシートを広げて、お弁当を食べていました。私も友達の家族と一緒に食べさせてもらいました。色とりどりのおにぎりや唐揚げ、卵焼きがあって、とても美味しかったです。アメリカのピクニックとは違って、手作りのお弁当がいっぱい並んでいる光景が印象的でした。午後はクライマックスのリレーでした。選手に選ばれた人たちは、本当に速くて、みんなで声を枯らして応援しました。頑張れーと赤組も白組も大きな声で叫んでいて、
校庭全体が一つになったように感じました。最後のバトンをつないでゴールした瞬間、どちらの組も大きな拍手と歓声に包まれました。そして運動会の最後には、全校で一緒にダンスをしました。赤と白のチームが入り混じって、音楽に合わせて体を動かし、空に色とりどりの旗がひらひらと舞いました。その光景は、本当に美しくて、胸がいっぱいになりました。閉会式で結果が発表されました。私たち赤組は惜しくも負けてしまいましたが、友達が勝ち負けより楽しかったのが一番だよと笑って言いました。その言葉を聞いて、心から本当にそうだなと思いました。運動会が終わった後、家に帰る道で、鉢巻きを頭から外しながら、今日は忘れられない1日だったと感じました。走ったこと、応援したこと、笑ったこと、全部が特別な思い出になりました。こんにちは、ジェニーです。今日は、私が高校2年生になって初めて迎えた、新入生の入学式のことをお話しします。春になって桜が満開になる頃、学校の空気も新しく変わっていきます。私はこの学校に通って1年が経ち、日本の学校生活にも少しずつ慣れてきました。でも、入学式の日は、また特別な緊張感があって、私自身も少しそわそわしていました。朝、校門の前にはたくさんの1年生と、その家族が集まっていました。みんな新しい制服を着て、少し大きなカバンを持ち、緊張した顔をしていました。保護者の方たちが写真を撮っていて、校門の前には長い列ができていました。その光景を見て、私は去年、自分がここに初めて来た日のことを思い出しました。あの時も胸がドキドキして、言葉がうまく出てこなかったことを思い出し、1年って本当に早いなぁと感じました。体育館に入ると赤い絨毯がまっすぐに敷かれていて、その両側に在校生が座っていました。私は2年生の代表として参加していたので、先輩の立場で新入生を迎えることになりました。先生が起立と号令をかけると、全校生徒が立ち上がり、入場する1年生たちを拍手で迎えました。音楽が流れ、少し緊張した顔の1年生たちが、一人ずつ歩いてくるのを見て、胸がじんわりと温かくなりました。校長先生の挨拶や、新入生代表のスピーチがありました。新入生代表の生徒は、これからの学校生活を一生懸命頑張りますと力強く話していました。その姿を見て、私は1年前の自分もこんな気持ちだったんだと重ねてしまいました。式の後、校歌を歌う時間がありました。私はまだ歌詞を完璧には覚えていなかったけれど、隣の友達と声を合わせて歌いました。体育館の中に響く大きな声に、日本の学校ならではの一体感を強く感じました。入学式が終わると、
校庭で新入生と在校生が写真を撮ったり、おしゃべりしたりする時間がありました。ある1年生が勇気を出してジェニー先輩、よろしくお願いしますと話しかけてくれました。その言葉に少し驚きましたが、とても嬉しくて、こちらこそよろしくねと答えました。先輩と呼ばれるのは初めてだったので、なんだか背筋が伸びるような気持ちになりました。家に帰る道で、私は1年前を思い出しながら、私も先輩になったんだとしみじみ感じました。日本の学校の入学式は、ただ新しい生徒を迎えるだけではなく、在校生にも新しい気持ちをくれる行事だと、強く思いました。桜の花びらがひらひらと舞う中で、私はこの1年も一生懸命頑張ろうと心の中で小さく誓いました。こんにちは、ジェニーです。今日は日本の学校で初めて参加した修学旅行のことをお話しします。修学旅行が近づくと、クラスのみんなが毎日のようにその話をしていました。どこを回るのか、お土産は何を買うのか、バスの席はどうなるのか、など、ワクワクした雰囲気が学校中に広がっていました。アメリカの学校には修学旅行はあまりなくて、せいぜい日帰りの遠足ぐらいだったので、私もとても楽しみにしていました。前日、家で荷物を準備している時も、気持ちが高ぶってなかなか寝つけませんでした。友達がお菓子は500円までだよと教えてくれて、私はコンビニでポッキーやキャンディーを買いました。みんなでお菓子を分け合うのも楽しいんだよと聞いて、どんな時間になるのか想像するだけで胸が躍りました。当日の朝、駅に集合すると、みんな大きなリュックやキャリーケースを持ってきていました。先生が全員揃ったかなと転校して、いよいよ修学旅行のスタートです。最初は新幹線に乗りました。日本の新幹線は本当に速くて、窓の外の景色があっという間に流れていきました。友達と隣の席に座り、車内で朝ごはんを食べながら、写真を撮ったりカードゲームをしたりしました。静かな車内に気をつけながら、でも笑いが止まらなくて、あっという間に目的地に着いてしまいました。最初に訪れたのは有名なお寺でした。長い石段を登ると、大きな門が見えて、その向こうに立派な建物がありました。先生が歴史について説明してくれたけれど、正直難しい部分もありました。でも、古い建物の美しさや庭園の静けさに触れて、これが本物の日本文化なんだと感じました。友達がジェニー、ここで写真撮ろうと声をかけてくれて、何枚も一緒に写真を撮りました。お昼は旅館のような場所で和食をいただきました。私はお箸の使い方がまだ少しぎこちなかったのですが、友達がこうやって持つんだよと優しく教えてくれました。お味噌汁や焼き魚、漬物など、普段の学校生活では食べたことのない料理が並んでいて、とても新鮮でした。
午後は班ごとに自由行動がありました。私の班は友達と4人で、地図を片手に観光地を歩きました。お土産屋さんでは、キーホルダーやせんべいを買いました。家族や友達に何をあげようかなと考えるのも楽しくて、気がついたら荷物がいっぱいになっていました。夜は旅館に泊まりました。畳の部屋に入ったとき、私は思わずわーと声を上げました。布団を床に敷くのも初めてで、友達とどこに寝るとじゃんけんして決めました。温泉にも入りました。最初は少し恥ずかしかったけれど、入ってみると、お湯がとても気持ちよくて、体の疲れがすぐに取れました。これが日本の温泉なんだと感動しました。夜になると、みんなで集まってお菓子を食べたり、トランプをしたりしました。先生には夜は静かに寝と言われていたけれど、笑い声が止まらなくて、何度ももう寝なさいと注意されました。でも、その時間こそが一番楽しい思い出になりました。修学旅行は、ただ観光するだけでなく、友達と寝食を共にして、クラスの絆を強くする行事だと感じました。日本の学校に来て、このような体験ができたことを、本当に幸せに思います。3年生になった春、教室の空気が少しずつ変わっていくのを感じました。2年生までは部活動や友達との時間が中心だったのに、3年生になると、みんなが口を揃えて、受験勉強を模試というようになりました。私は日本に来て、まだ2年ですが、この大きな試練を一緒に経験したいと思い、心を決めました。授業が終わると、多くの生徒が図書館や自習室に行きます。私も友達と一緒に机に向かいました。静かな部屋で鉛筆の音だけが響く時間は、最初は少し苦しかったけれど、だんだん集中できるようになりました。教科書や参考書のページを何度もめくり、わからない漢字には振り仮名をつけて、ノートにびっしり書きました。繰り返すことが力になるよと、先生が言ってくれた言葉を信じて、毎日少しずつ前に進みました。夏休みには塾の夏期講習にも参加しました。朝から晩まで教室で勉強し、家に帰る頃にはヘトヘトでした。でも、同じクラスの友達が、お互い頑張ろうねと声をかけてくれて、それが大きな支えになりました。夜、家に帰るとクーラーの効いた部屋で、アイスを食べながらノートを復習しました。疲れて眠りそうになりながらも、明日の私のために、もう少しだけと自分を励ましました。秋になると、模試の結果が返ってくるようになりました。点数が思ったより低くて落ち込む日もありました。その時、担任の先生が大切なのは結果ではなく、今どれだけ努力できるかだよと言ってくれました。その言葉に勇気をもらい、失敗を恐れずに続けることができました。冬が近づくと、
学校全体が一段とピリッとした雰囲気になりました。黒板には受験まであと日と大きく書かれていて、それを見るたびに胸がドキドキしました。クラスのみんなも焦っているのがわかりましたが、その不安を分け合える仲間がいることが、どれほど心強いかを感じました。試験前のある日、友達と神社にお参りに行きました。お守りを買って、エマに合格できますようにと書きました。アメリカにはこういう文化がなかったので、とても特別に感じました。エマをかけるとき、手を合わせながら、ここまで努力した自分を信じようと、心の中でつぶやきました。受験勉強の毎日は、決して楽ではありませんでした。眠い朝も、疲れた夜もありました。でも、その一つ一つが大切な経験であり、私に強さをくれました。勉強を通して知識だけでなく、努力する意味や、仲間と励まし合うことの大切さを学んだ気がします。日本の受験生活は大変だけど、その中で感じた悔しさや喜びは、これからの人生でずっと忘れないと思います。こんにちは、ジェニーです。今日は、私が体験した卒業式についてお話しします。3年間の高校生活は、あっという間に過ぎていきました。部活動、文化祭、運動会、修学旅行たくさんの思い出がありました。そして、ついに迎えた卒業式の日、朝起きた時から胸がいっぱいで、少し泣きそうな気持ちになっていました。学校に着くと、校庭にはいつもと違う雰囲気がありました。卒業生は胸に赤や白のコサージュをつけ、在校生や先生たちもどこかしんみりした表情をしていました。体育館に入ると、紅白の幕が壁に飾られていて、ステージの上には卒業証書授与式と大きな文字が掲げられていました。その文字を見ただけで、胸がぎゅっとなりました。式が始まると、校長先生や来賓の方のお話がありました。でも正直、言葉がすべて耳に入ったわけではありません。心の中では3年間の思い出が、走馬灯のようによみがえっていました。友達と笑った日、悩んだ日、必死に勉強した日、そして日本での生活に戸惑った日。どの場面も、今となってはかけがえのない時間でした。卒業証書を受け取るとき、名前を呼ばれて、はいと返事をした声が震えてしまいました。壇上に立ち、校長先生から証書を受け取ったとき、ああ、本当に卒業するんだと実感しました。クラスのみんなも一人ずつ証書を受け取り、席に戻るたびに涙を拭う姿が見えました。在校生からの掃除では、2年生の代表が、先輩たちが作ってくれた伝統を引き継いでいきますと語ってくれました。その言葉に胸が熱くなりました。そして、卒業生代表の答辞では、私のクラスの友達が3年間、本当にありがとうございました。と涙をこらえながら話しました。
その声を聞きながら、私ももう涙を止めることができませんでした。最後に、みんなで校歌を歌いました。普段は少し照れながら歌っていた校歌も、この日だけは力強く、体育館いっぱいに響きました。その歌声が重なり合い、仲間と過ごした時間が、すべて一つになったような気がしました。式が終わると、教室で最後のホームルームがありました。担任の先生がこのクラスと一緒に過ごせて、幸せでしたと涙ぐみながら話してくれて、教室の雰囲気は一気に涙と笑顔であふれました。友達と写真を撮ったり、ありがとうまた会おうねと言い合ったり、別れの言葉が飛び交いました。校門を出るとき、桜の木の下で立ち止まりました。まだつぼみが多かったけれど、その小さな桜の花が、新しい未来への希望を感じさせてくれました。私は心の中で日本で学んだことを忘れず、これからも頑張ろうと強く思いました。卒業式は終わりではなく、新しいスタートです。寂しさと同時に、大きな期待を胸に、私は新しい道へと歩き出しました。